皆さんこんにちは。突然ですがシューズ新しくしました。今週末の水戸黄門マラソンで何を履こうかすごいちょっと迷ってたんですけれど、こちら 40% オフでお値引きが入ってたんで買ってみました。ズームフライ3までは履いたことあるんですけれど、久しぶりのカーボンシューズを買ってみました。この間北海道マラソンに出走してタイムが4時間28分、残念ながら自己ベストには届かなかったので、また来年北海道マラソン走りに行きたいと思っています。それでその時に履いていたシューズがこちらのホカのマッハ6で、親指の爪が両方剥がれちゃって、でこれはすごく気に入ってるのでこのまま 0.5 サイズアップしてもいいかなと思ったんですけれど、ちょっと気分転換でこちら新しくしてみました。あと普段の練習はこちらのすいませんもう汚いんですけどブルックスの、ゴーストのシューズを履いていまして、これで練習をしています。あともう一足はこちらのニューバランスの1080、この辺りを履き分けて練習をしています。でもう一つレベルの V5、 そちらもすごく迷ったんですけれど、足入れした時になんとなくサイズ感がこっちの方が足にフィットするなと思ったのでこちらにしてみました。はい、というわけで今日は久しぶりのカーボンシューズなので、走り方に気をつけながらちょっと近くのですね公園まで走りに行っていきたいと思います。はい、履いてみました。こんな感じで靴ひもはエクストラフォールドにして、なんとかひもも余ってます。大丈夫そうですね。では近くの公園までアップしがてら行ってきます。実家帰ってきたらなんでか一気に体調を崩しましたけど、なんとか復活してきたんで週末頑張れると。昨日急に冷えたもんでちょっと今日上着着てきましたらまだ暑かったですね。はい、走ってやってきました。こちら大磯運動公園です。今、2.2 キロぐらい走ってきたところです。ものすごく久しぶりに来ました。多目的広場と野球場と、テニスコートもあって、周辺をぐるっとランニングコースは360メーター、一番長い距離だと500取れるみたいですね。ちょっと上の方まで上がります。ちなみに湘南国際はあちらの方を走ります。今まではですね年1回、フルマラソンレースに出るぐらいだったんですけれど、今年はなんでか詰め込んでまして、今週末水戸黄門マラソン、その翌週に下関海峡マラソン、ちょっと空いて12月湘南国際、それから、年明けは石垣島フルマラソン、そして2月からはですね怒涛の3連チャン、姫路東京ウィメンズ、そして佐賀桜も走ります。はい、ということで佐賀桜まで足が持つのかちょっと心配ではありますが、なるべく長く続けられるように頑張っていきたいと思います。はい、というわけで今から5キロ TT をやります。なんだか非常に憂鬱でございますが、この間も、競技場の方で1回チャレンジしてみて、なんとか頑張れたんで
同じ設定でいきたいと思います。今日ちょっとカメラがなくてね、携帯なんですいません、揺れまくっちゃいますがご了承ください。5分ね、40、30ぐらいで最後ちょっと上げられたらいいなと思います。これシューズが安定しててずれにくいような気はします。シルフライ3はね、もっと細かったんで結構横に揺れやすかった気がするんですけど、どうしてもねペタペタスッと走っちゃうのが治らなくて、反発をうまく使えてないんですけど、これでちょっとね練習したいと思います。1キロ5分31。この間競技場で走った時よりもなんか速い気がする。カーボンシューズね、諸説あると思うんですけど、結構登山とかトレイルにも出て少しね筋力ついたかなと思うんで、なんとか持ってくれるんじゃないかなと思います。2キロ5分26。5分24。4フラットなんですけど、途中ね下りと上りが1箇所ずつあります。4キロ5分13。あと1キロなんで行けるところまで最後上げます。もうちょっと最後上げます。最後5分3でした。なんかもうちょっと全体的にペースを上げても大丈夫かもしれないですね。でも今もう夕方なんでちょうど体が動く時間帯っていうのもあったと思うんで、これで朝の時間帯でちょっとずつねシフトしていきたいなと思います。やっぱりこのカーボンの力はすごい大きいと思われます。結構ねスピードに乗りやすい気がしますね。自然にこう前に弾む感じがなんとなくわかる気がします。月間の走行距離が2月から始めて今平均で140キロぐらいです。今月はねまだ100ちょっとかな。なので今週末の水戸黄門を走れば150キロはなんとか超えられるかなと思います。はい、というわけで、今日は新しいシューズを履いて5キロ TT を行ってみました。それでは今週末走られる方一緒に頑張りましょう。それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。